日本史承久の乱1。いよいよ東国の覇者北条義時と希代のカリスマ後鳥羽上皇の決戦承久の乱の火蓋が切られる。日本史最大の転換点とも言われる承久の乱を3回にわたって詳しく見ていきたい。承久の乱は1221年承久3年、後鳥羽上皇が北条義時追討の院宣を下し勃発する。この承久の乱で朝廷の公家政権に鎌倉幕府の武家政権が勝利する。鎌倉幕府の勝利は日本史において最大の転換点となったとも言われている。それまでは代々の天皇による大和朝廷以来の天皇と公家が中心であった日本の政治が突然に武士によって行われることになる。そして武家政権が明治維新まで約650年余りも続くという世界史でも稀な時代に突入していくのである。それでは最初になぜ北条義時の幕府軍が後鳥羽上皇の朝廷軍に圧勝したのかについて見ていきたい。北条時政は源頼朝が死去すると比企能員や畠山重忠などの有力御家人を次々に倒して幕府の実権を掌握していく。実は源頼朝の死についても現在でも頼朝暗殺説が根強く論じられている。時政は源頼家も伊豆に追放した後に暗殺したと言われている。いわば北条時政は将軍殺しによって自らの地位を確立した人物なのである。そして北条義時は時政の政治手法を踏襲して時政を追放して東国の覇者となる。義時が忠実に時政の手法を踏襲したとすれば実朝暗殺も将軍殺しの一環だったと考えられるのである。義時が実朝暗殺に直接関与したという証拠は存在しないが、この事件によって玉の利を得たのは間違いなく北条義時である。ところで後鳥羽上皇は希代の文武に優れた上皇であった。上皇は北条義時が鎌倉幕府最大の黒幕であることを見抜いていた。そのため1221年承久3年に義時追討の院宣を下した。ただし後鳥羽上皇は時代の変化と義時の実力を見誤った。上皇が院宣を下せば在京はもちろん関東の御家人の大半も上皇に従うと信じていた。ところが結果的に朝廷軍と幕府軍の勢力は1対10で上皇の完敗であった。北条泰時と時房を中心に京都に攻め上った幕府軍の数は朝廷軍の10倍であったという。まさに朝廷軍の完敗であった。では朝廷軍が敗北した原因は一体何なのだろうか。その一番の原因は守護と地頭の設置である。平安時代に摂関政治が衰退して院政が行われた。そして後鳥羽上皇らの院政を支えたのが膨大な数の荘園であった。ところが鎌倉幕府が朝廷に守護と地頭の設置を認めさせた。武士たちは対面型の主従関係を築き、それまでの朝廷の権威型支配を急速に突き崩していくのである。
北条氏は武士たちに領地を実行支配させることによって天皇のカリスマ性をすでに凌駕していた。特に東国では北条氏と御家人たちの強靭な主従関係がすでに出来上がっていた。そのため北条義時追討の院宣が下されても武士たちは朝廷には従わず義時のために京都へ攻め上った。後鳥羽上皇はその事実を見誤ったために過ちを犯したのである。以上が大まかな承久の乱の推移だが、次回からはさらに具体的に東国と西国の守護や地頭、そして御家人たちの行動を詳しく見ていきたい。